斑石武さん、当時17歳。爆心地から約 4km 離れた元宇品町の宇品造船所で被爆しました。昭和17年に卒業して、高等2年を卒業して、で宇品の向島に寄ったんで、元は。向島にある造船所へ入社して、4月に入社して、それでこうはあと距離から離れて造船所の会社の寮へ入って、これ寮にずっと住んでおって、それでその途中で8月の6日の日は朝6時半に起きて、それでご飯食事をしたんだけど7時なの。それでゆっくりして会社は寮から近いから、で会社へ入ったのは7時40分に入って、それで職場へでおって、それで8月原爆の10日の時にそれはちょうど会社で造船学の本読みだった。それで会社は3階に職場があったもんだけど、それで暑い時に窓を両方開けて、それで本読みだったり、それで突然ピカッと光るけど、俺は何じゃろうかので、今ね何かにしたんじゃ雨ぐらい天気にええのにの思っておかしいの思って広島市の中心街のところこうずっと見よったらおーっと赤い雲が入道湖めたが上上がり跳ねた。これでずっと明るいけど不思議なことがあるのを思って思いよったらドーンとこれ爆弾起きたんじゃん思ってターッと伏せた。それで地面伏せて、それでじっとしよったら側を見たらゴミがだんだん職場の使いよって遺体なんかが上へ飛び上がったんが落ちたけはっと見たらガラスがバラーっと足がさっと両側へ落ちてきて、それがガラスを不満ようにして入れたんじゃが、会社に防空壕へちょっと離れたところにあるんじゃが階段を降りて、で防空壕へ入り込んだ。これが後から思うのに窓が閉めとったらガラスが体にみんな立ち込んでるはずで、わしは元気かったの思うて、あれはガラスの内だったら大事だったんだが思いそれやがその時にはそういうことを思うようになるとにかく防空壕へかかり込むことを考えとったけ、それけ思うな後から思うと、それでなんか余計入っとったわ。それでツイートしよったらどうしてだろうかの言うては、どこで爆弾起きたんかの焼夷弾かどうじゃろうか言うて言いよったが、えらい外静かしどうもなじゃな言うて、今度外へ出てみたらキョロキョロってどうもないの言うて話しよったら、今度伝令係いうのがおって、その伝令係がメガホン持ってで救護班は集まれ言うておらんできるけ、ほじゃの思ったほじ事務所まで入り口に事務所だけどそこまで行ったの。そしたらわしが一番後ぐらいだったが、他の人は職場が近いわけ、早くから行っとったが。川をずっと登ってって南大橋を通ってそれから次に渡ってそれで上がったんが新大橋いうて今いう100メーター道路の中ある平和大橋、あそこの橋の手前で降りて、それで見たら火は燃えよるが
立ってるもん誰もな皆男だから目の前で見るだけで涙が出るんと量で物が言葉が出んの。でもそれはわしだけじゃな他のもうみんなそうだったんだけど思ってそうしょうがないの思ってそれでより見て分かるから単価へ乗せにゃの言うてでわしが造船所のものはどこのあるかいの声がかかればええんじゃけど返事ができりゃええんじゃけど言うたらどういじゃ言うて夢がかすから聞こえてけその方へ向いていってでひょって見たんじゃがようわからんのうちにお前どういか言うたらどういじゃ言うて細子で言うけ母親の思ってで体格好は両にとるが目のまぶたが両方ともみんな裏ひっくりがあってからほんで全然そう変わっとるけパッと見たらわからんかったよ。だから土井は寮に一緒におってずっと住んどったんだけ一番ようわからないけんはずじゃねえ顔の層が変わっとるで。俺はまあよちよち間違いないの思ってで単価ヘリを置いてほんで2人で乗せて胸やさせたんだが。今日も同じように朝早うで茶番に帰るよったがこれをやるのにそしたら兵隊さん今度はまた人数が増えてきて今度は兵隊さん溶いたもので雨どいの単価の代わりそれも来てそれで今丘でみんな死体になっとるのそれ4人で片隅ずつ1人ずつで持って前後ろで2人ずつでこれで持って一箇所へ集める場所を取るけどある時重ねてんの置いてそれで今度ガソリンつけるこれで焼くのこれをやったこれでそれをずっと見たらこれがまあ臭いでようで用意しといたらすごいことやりがするそれを見て今度まあ全部じゃなくひょっと何をったら上の熱を持ったらこれが腹が裂けるんだよ。それでそれから重ねて焼くのよの焼くよ兵隊さんやるのちゃうまでまあそれはせりゃやれんわどうめだな誰かがせりゃやらんのでけもうてのもうまあそれいつまで見合わせ受けたか見てまあしよったんだがそしたら今度何によったら場所によったら盆栽が聞いてお経あげよったんや一人重ねて焼く時前よ坊さんこっちでお経をあげたら次お経をやるこういうことをやりよったでそういうことをずっとしよったけどまあ坊さんはまあいいが兵隊さんはやれんわやれこういうのやいうことをするんだまあ焼くのはずっと兵隊さん毎日焼きよった。原爆のものは恐れ威力があるもんじゃの戦争しちゃけんこれほど恐ろしい武器を作っちゃならんのと思うてつくづく思うて原爆の恐ろしいもんでこれは二度となっちゃならんと思うても自分が思うだけでもそれはどうもならんことじゃけだがこれあっちゃならんどうしても止めにゃいけんなったら止めにゃいけん言うて止めようがあって思うてもこればっかりをつくづく今でも思うとる世の中にはほんま原爆そのものが作ったものが悪いんでそんな恐ろしいものを作ったらいけんのじゃがそれを作ったものが悪いんじゃが悪い言うても作ったものはしようがないからそれじゃが今からこういうものを原爆そのものを放射能そのものを作っちゃならんのでそういうことを世界中にみんなに見た目もらいたいしたら困るこれを世界中のみんなの人にまずは聞いてもらいたい